トロ Vlog のリリです。さて、今日の動画は、プロユースのゲームコントローラー、ビッグ1レインボー2プロを紹介します。ゲーマー向けデバイスを販売する、中国の新興企業、ビッグ1のガジェットは、最近、かなり売れてるみたいですね。このチャンネルでも、2年ぐらい前にレビューしたことがあるんだけど、今回の新製品は、あれからどれだけ進化したのかな？それでは、見ていきましょう。パッケージは黒とオレンジ。ビッグのイメージカラーみたいですね。しっかりした箱で、印刷も綺麗です。内部は緩衝材を使って、本体が保護されて収納されていました。付属するアクセサリーは、無線ドングル、充電用の USB ケーブルにマニュアルです。本体のみのパッケージだと、これだけなんですが、紹介しているレインボー2プロは、充電用チャージングドックが付属するパッケージなので、専用充電ドックに長さの異なる交換用スティックが2セット、8方向に対応する十字キープレートが付属します。チャージングドックの付属パッケージは3000円ぐらい高いんだけど、最初に購入するならこちらをおすすめしますよ。付属アクセサリーを確認しましょう。マニュアルは多言語で記載されていて、日本語もあるので安心です。必要な情報はしっかり書いてあります。付属の USB ケーブルは、コントローラー用としては短く、長さ100センチの安っぽいケーブル。これはいまいちですね。次に、2.4 ギガの無線ドングル。正面に USB-A ポートがあるんだけど、パススルーはできないんだよね。これって謎仕様ですね。何に使うんですかね？これはチャージングドック。ずっしりと重量感があるので安定感があります。背面から USB-C でインプットできて、正面から USB-A でアウトプット。こちらはパススルーできます。ドックを PC と接続しておけば、正面の USB-A ポートにドングルを挿すことで、コントローラーとドングルが近距離に設置できるので通信が安定するし、有線接続にも切り替えができるので便利です。付属するケーブルが短いのは、これが理由ですかね。最後に、交換用のアナログスティックと十字キーのプレート。スティックは、本体に最初から付いているのが一番短くて、中サイズと長いサイズが付属します。取り外し、取り付けも簡単で、お好みのサイズにカスタマイズができます。十字キーは外すのがちょっと大変。何かしら工具が必要かもしれませんね。それでは、本体を確認します。基本的には Xbox コントローラーに準拠した互換製品ですね。サイズは比較的コンパクトな部類になると思います。上部のシェルがスモーククリアなので、RGB 照明で内部が光る仕様、カスタマイズも可能。その分、バッテリー持ちが悪くなると思うけどね。グリップ部はゴム素材になっているので、滑りづらいのはもちろん、握り心地がとても良いですし、品質の高さが感じられますね。ABXY と十字キーはメンブレンスイッチですかね。でも、押し心地は悪くはないですね。十字キーは浅くて柔らかめ、少しカチカチとした音が出ます。アナログスティックもゴム素材で感触が良いし、ガタつきも遊びもない、しっかりしています。特殊キーは、右スティック右下にある FM キー、十字キーの上下と同時押しで、ゲーム中に音量調整ができたりします。これ、ものすごい便利でした。
本体下部側の4ボタンは、ターボ、マッピング、マクロ、コンフィグ。裏側にはオーディオジャックが存在します。設定は本体でもできるけど、スマホアプリを使う方が簡単だし、本体にボタンがない方がスッキリしてよかったかもね。ショルダー部の4ボタンは中央がえぐれたデザイン。LB、RB ボタンを押した時に、カチカチと音が出るのが少し気になるかな。トリガーは下部が尖っていて、指に刺さるので、個人的にはいまいちなポイント。見た目は良いんだけど、丸みをつけた方が押しやすい気がする。あと、少しだけ硬めな感じがします。背面にトリガーストップスイッチがあるので、2段階で調整ができます。これは便利だよね。エクストラボタンは4つ。背面グリップ部の内側に M1、M2。本体を握ると薬指が自然に添えられる絶妙な位置です。本体上部の内側に M3、M4 ボタン。こちらも中指が自然に届くのでかなり押しやすいです。ショルダーのえぐれたデザインは、このボタンの操作性を考慮したんですね。レインボー2プロは本体でもキーコンフィグとかできるんだけど、スマホアプリがかなり優秀でした。会員登録しろとか面倒な手続きもないし、本体の電源を入れてアプリから機種を選択するだけ、爆速で繋がって設定作業ができます。RGB ライティング、ジャイロ、ジョイスティックやトリガーのデッドゾーン、キーコンフィグなど詳細な設定が可能。プロファイルも複数保存ができます。調整したいと思ったら、リアルタイムで瞬時に変更ができるし、起動も早くて操作も簡単なので、かなり優秀ですよ。レインボー2プロは 2.4G 無線接続、Bluetooth 接続、有線接続の3種類に対応しているので、PC や Android、iOS などマルチデバイスで利用できます。また、Nintendo Switch にも完全対応していて、A ボタンとホームボタンを3秒投げしすると、スイッチモードになります。スリープからの復帰もできるし、ジャイロにももちろん対応なので、スプラトゥーンも遊べます。実際にレインボー2プロで遊んでみたけど、ジャイロ感度も良好だし、操作には全く問題を感じませんでした。ただ、私は純正プロ君に慣れちゃってるので、やっぱりトリガーにやや違和感を感じたかな。しばらく使えば慣れちゃうと思うけどね。レインボー2プロのセールスポイントは、有線接続時 1000Hz のポーリングレート。なんと、1秒間に1000回の操作情報を送信しています。ゲームコントローラーでは 200Hz から 300Hz が一般的なのに、その4倍も速いんですよ。どんだけすごいのか、Apex をプレイして試してみたんですが、全くその凄さを感じることができませんでしたね。なぜなら、私は普段 FPS のゲーム全然やらないから、繊細な操作がそもそもできないんですよね。普段やるゲームってレトロゲームとかスプラトゥーンなので、画面の動きは滑らかに見えるんですけど、これ、ポーリングレートのおかげなのかな？なんか、すみません。ただ、モニターのリフレッシュレートが関係すると思うので、グラボやモニターなど、ゲーム環境全体をゲーミングデバイスにしないと、レインボー2プロの本領を発揮しないんじゃないかなって気がします。ちなみに、レインボー2プロは無線ドングル使用時でも、ポーリングレートは 200Hz を実現しているので、ライトゲーマーならお気軽な無線利用で恩恵が受けられそうです。私はそれで良いかなってのが結論です。はい、そんな感じで、ビッグ1のレインボー2プロを紹介しました。最後に私が感じた良い点ですが、質感とデザイン、ホールド性、
操作性が良いのはもちろんですが、専用アプリがかなり使いやすいのが高評価です。あと、充電ドックがとても良いですね。パソコンの USB ポートが無駄にならないし、設置や取り回しがしやすいので使いやすいです。いまいちだなと思ったのは、ボタンを押すとカチカチ音が出るのが気になりましたね。まあ、大きな音ではないけどね。ショップリンクを概要欄に記載してありますので、気になる方はチェックしてみてください。1台目の購入はチャージングドック付きを推奨しますよ。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録に、コメント、評価をお待ちしております。次の動画も決まっているので、次回をお楽しみに。それじゃあ、またね。